ではまた服変わってると思うんですけど、デイ3これで何日だろう。もう正の字を壁に書き続けてね、もう何日経ったか分かんない。まだ正の字になってない相変わらずはい、のんびりやってます。デイ3さ別にこれだけやってるわけじゃないし、よし今日の帰れまてんだみたいな感じで最近なんか撮影してるんで、で次があと4枠当てればってとこだね。そうです。はい、2478を当てればというとこなんですが、もうね、さやさん当てに行くから。当てに行くんだ。ずっと読みたいと思ってるランキングを私が発表してるだけなので。あ、そうなんだ。読みたい漫画発表ドラゴン。あ、そう発表ドラゴン今。じゃあ行きますか。はいはい、よーいスタート。よし行きます。でもこの漫画の主人公、まあ確かにそうだよな、こいつだよなっていう感じだったからそいつを書きます。多分ゲンさんもんってなると思うけど、いや多分終わったらわかる。なんかさ、ちょっともう別に取っとく必要ないなっていう気持ちになってきてて、はい、本家の帰れま10とかもさ、もうとりあえずちょっとごめん一回開けますみたいなのあるじゃん。マグロ絶対入ってるでしょみたいな、絶対サーモン入ってるでしょみたいなあれを我々のさ帰れま10どうして毎回寿司屋なんだろうね。なんかさいろんなとこでやってるのに確かに寿司屋のイメージしかないよ。寿司屋のイメージめっちゃ強いのなんなんだろうね。でもとりあえずゲンさんは今からマグロ枠行くわけですね。まあマグロかな、どうなんだろうね。マグロじゃないのその枠。マグロかこれ。そういうごめんなさいちょっともらえますわみたいな枠。まあそうかな、そういうことにしようか。今取られた瞬間を今すごい今取られた瞬間だったよね。いつも獲物をね狙ってた人が取られた瞬間取られてしまったから、このカメラは今度獲物を奪った瞬間取られた。ということで、まあ何回チャレンジ目かもうなんかデイ3にして忘れちゃったんだけど、6か7ぐらい。6ぐらい。いきます。せーの、ドンドンドンですよこれは。見てこれ15分でって言ってて、さやさんはなんかだいたい15分ちょっと、まあ30秒ぐらい遅れちゃったかなぐらいだったの。30分ぐらい返してくれ。いやそんな書いてない、そんな書いてない。24分ぐらい。はい。もう言わずもがなですよこれこそ。これはいないわけがない。まあそうね、確認作業。めっちゃかっこいいこのルフィ。なんかいつもさルフィ書かせてもらおうみたいな時に書くのって大体2年前のルフィをいつもですが、今回はちょっと2年後ルフィのフォルムで頑張ろうっていうことで。なんか可愛いルフィじゃなくてちゃんとかっこいいルフィ。でもね、でもそうなの、ちょっとね最近のルフィの顔じゃないかも。やっぱり僕が昔中学校とかねの時に描いてたルフィの顔がやっぱ2年前のルフィで手に馴染んでるから、今のルフィのっぽい顔ではないかも。もっとね今のルフィちょっと丸いっていうか目も丸いんだよね。それこそなんか最近2課になってもっと丸くなっちゃったこれちょっと後ろヒントだよ。後ろちゃんとさせてあげたいから。5等分の花嫁か。そう上杉風太郎くんです。これだけ書いてあるからなんか後ろにクラゲいるなと思って。じゃあこうやってここにスカートのそうこれちょっと誰かなみたいな感じで、誰かなみたいなね。そうさやから5等分の花嫁が出てくるの意外かもしれない。最初の方だけちょっとだけ読んで一回中断されちゃってるやつの中で今気になってる大人気の漫画を私の中から今これパパパパパパっていっぱい引き出し開けて持ってきてっていうので5等分の花嫁。わかりました。じゃあこの2択、まあ1択は確実に。はい3日目になってまたベベが復帰しております。はいということでもう僕の方あんまり温める必要もないので、ドン。うまいな。ワンピース第2位。でしょうね。でしょうね。はい、ありがとうございます。はい。でさやさんこちらです。ドン。5等分の花嫁です。そうだよね。そうだよね。5等分の花嫁はランキングかい。そうなんだ。2023じゃなかったら入ってた気がする。いやそうむずいな。いやそうでもね完結がいつだったかなっていうね記憶はあったんだよね。確かに。そうなのか。じゃあ行きましょう。もうどんどん行きましょう。いやでもいよいよもう478の3択ですよこれ。ね。3択？はい。次か。次はいっぱい人気漫画はあれど、わっと世間に盛り上がりを見せたものっていうラインを考えてみたら、おのずと答えは導かれるといいな。これちょっとチャレンジかも。何回書いてもむずいねこの子。何回も書いてる子なの。何回もお世話になっている。それで言うと何回書いてもむずいねだ私も。ゲさんも何回も書いてる子ですか。まあ昔書いてたな。昔練習で何回も書いてたな。待って2023年って何があったみたいな。まずそのなんかさパラが生まれた。いや本当にそうなんだけどさ、
確かになんかめちゃめちゃドタバタしたからな。世間のこうアニメ見たり漫画読んだりみたいなやつをさ、お子さん生まれた家庭の方はなんとなくわかると思うんだけど、ちょっと減るじゃんやっぱり。あ、まあね。今までそこに割いてた分の時間ってそういうのもある気がする。なんか2023年の記憶が儚いの。いきます、こちらです。せーの、ドン。おー、はい、こちら桜木花道だ。いやこれスラムダンク。いやなんか映画ワンチャンっていう意味で多分去年盛り上がってましたよね。うん。去年だよね。っていうかそっか、そうだよね。なんかさ、そう冬頃じゃなかった？あれ夏だっけ？去年の夏頃に確か、うんうんうんこのザ・ファーストスラムダンクで、スラムダンクブームが再燃してた時期があったと思うんだよね。あった、うんうんうん。まあでもこれね、そう鬼滅の刃と同じタイプの、もし全国民。そう全国民にもう行き渡ってるみたいな話で、もうすでにスラムダンクめちゃめちゃ好きな人がめちゃくちゃ全員で湧いたっていうことかもしれんっていうのがあるから、ちょっと可能性は低いかも。でもめっちゃかっこいい。最近の絵とかじゃないんだけど、井上武彦先生のいつぞやの絵って結構影にね青系とか紫を入れてるっていうのを大学時代見て学んで、うわ影に紫入れるとこんなにかっこいいんだっていうのを井上先生の絵で学んだっていう。それで知ったんだ。そう、っていう思い出がなんか蘇ってきました。でさやさんは、いやもうデクくんね。いや彼がいたじゃないと思って。いやそれはいるでしょう、ね、今年完結の。でもずっと大団円こうでしょ。いやもうこうね、確かにこう言ってましたもんね。そうそう。普通こう出すか。あ、そうそう。右肩上がりに何をねデクくんがいないわけないか。じゃあ行こう。じゃあ行きますか。じゃあさやはこちらです。おデクね。はい。デクくん。デクくんは第4位。おーすげえ4位か。そうだよね。まあね。もうそうですよね。はい、4位です。もうだってヒロアカも全世界累計発行部数1億部突破してます。すごい。次僕はちょっと攻めました。せーのドンと。去年映画がもう大盛り上がりだったので。スラムダンクはランキング外です。そうだよね。はい。やっぱ全国民にもやっぱ行き渡って。ちなみに残ってるのってあとどこですか？はい、現在7、8が残ってます。いやでもまあもう頑張るか。ね。やりますか。出るよ。うん。すごいなんかコーチみたいなの言ってるよ。出るよ。筋トレ中のね、まだいけるよみたいな。ね。行きましょうか。あと2つ。あと2枠。いやもう見えてきたよ。でも絶対知ってるはずなんだよな。なんで出てこないんだ。知らんわけない。このポンコツのお味噌がポコポコ。いきますかじゃあ。はい。よし。すごい速さで終わるからね。すごい速さで終わるからね。すごい速さで終わる？すごい速さで終わる。スタート。はい、行きます。何すごい速さ？行きます。そんなことある？うん、すごい速さで終わる。ちょっと見て、むずいなでも。何？さやが何を書こうとしてるの怖いんだけど。ちょっとむずいな、すごいむずい。こういうのはね、こう絶妙なバランスがね、こう、本当にちょっとでもずれてはいけないバランスが存在してるから。何？そんなのある？伝わったら勝ち。伝わったら勝ち。志引く。初めて書いてる今このキャラ。私もだよ。きついぞ。いけるか。なんでもうペン入れ入ってるの？フラちゃんも好きな作品ですよ。すごい。じゃあ子供向けじゃん。いや子供向けではない。あれを子供向けと言ってはいけないんだと思う。終わり。は？見えちゃった。おいやめろよ。はい、ということでいきましょう。せーのドン。かわいい。ちいかわか。すごいキャラデザだよねこれ。いやマジですごい。絶妙なバランスだよねやっぱり。本当にむずい。絶対むずいと思う。マジむずい。雰囲気だけはだからまあ出せるんだけど、でもやっぱり本物と見比べると全然違うなっていうのをね。本当に痛感するよね。いや本当に思う。時間漫画ですから。確かにそっか漫画か言ってしまえば。そうだよ。なんかグッズとかさ、アニメとかあんまり単行本のイメージがなかったんだな。で毎回何十万いいねついてるから。確かに。そう。私さんはちいかわでいきます。はい。でそして僕は東京リベンジャーズ。タケミッチーじゃないですか。なんかさ花ミッチーの後にタケミッチー。あ本当だミッチーじゃん。不良コンボ決めました。ヤンキーコンボ決めたんだけど。この後じゃあ三井久志ってなんでねおかしいだろ。通り部が累計発行部数みたいな話で言うと通り部マジでやばいんですよ。8000万部なんですよ。そう8000万部って本当にもうトップもトップじゃん。でしかも人気がもうバーってなってたのってさ、まあ23年というよりは多分22年あたりが本当にマックスの。けど最終
会があったのがそのあたりだった気がするんだけど、ごめん年数違ってたら申し訳ないんですけど、だから、まあ、その余熱であるでしょっていう。しかも今現在ねジャンプでも連載されてますし、あ、そうだね。そうなんで涌井先生ムーブメントはまだ起きてるだろうっていう予測です。いきますか。はい、どっちからにする？じゃあ僕からいきましょう。はい、じゃあ僕のはこちらです。はい、東京リベンジャーズ、竹道です。東京リベンジャーズはランキング外です。いや、やっぱり年度か。いやでもなんかずっと暑い気がするけど、なんかいろんなところでコラボしてるね。よく見るしね。そうそう、まだまだ。じゃあさやさんいくね。何なんで笑った今。いや別になんか、いやなんでもないです。いくよ、せーの、ドン。早かった書くの。すごかったよ、時間の差が。ちいかわ、はい、ランキング外です。そうなんだ。いやまあ確かに、でもコミックスのイメージはなんかこう売れてはいるけどっていう。ちいかわってちなみにどれぐらい？すごっ、6巻で270万部なの。やば。ごめん、すごいやばっていうのは本当にすげえって意味で。あ、そうなんだ。いや、開かず、ちょっとワンピースを先にやってしまったせいで。いやでも、あります。僕はあります。すごい。僕のデータベースにまだ僕のあります。データマンゲンが、最近めちゃめちゃ熱いし、はい、現在連載中だし、累計発行部数4000万部、データにまだねイメージしてるのがあるんでいきます。用意スタート。スタート。いくか、これでいくか。いきましょう。ちなみに僕はですね、マガジンです。マガジン。今なんか通り部書いてたら、マガジンって思って、なんか急になんかジャンプに支配されてた脳がパッて明るくなって、今マガジンの検索脳に変わった。みんなからしたらエッサスからこの漫画出てくるんだっていう多分意外な気はするよ。分かんないけど、スポーツ漫画ってさ、スポーツの道具とか体育館とかさ、一生書くわけじゃん。そうね。気がおかしくなっちゃいそうな。体育館気がおかしくなりそうだよね。配給とか読んでて毎回思うんだけどさ、体育館やばって思って。体育館のなんかこの感じで毎回読んでて、背景にまで目が、スラムダンクもそうだし、体育館毎週書くのえぐって思っちゃうんだよね。やっぱ簡略化されてる場面もあるけど、多くは結構ね緻密に描写されてることが多いじゃない。すごすぎるよな。すげえなと思うよね、いつも。ということで、もう何回目か分かんなくなってる。せーの、ブルーロック。ブルーロック。ブルーロック始まった頃めちゃくちゃ読んでたの。で一旦なんかのタイミングでめっちゃ忙しい時にだいぶ関数逃しちゃって、でそれ以降リアルタイムでまだ最新刊まで終えてないんですよ。水道橋行った時に私ブルーロックのイベントにたまたま出会いまして、あ、そうなんだ。すっごい人気だのを見て、すごっつって友達と見てたんだけど、これ僕が見かけたので間違ってなかったら、本屋さんでブルーロックの発行部数みたいな帯を見た気がして、発行部数をチェックしているで4000万部ぐらいだった気がする。わーすごい。3000か4000どっちか忘れちゃったけどってなってた気がして、でしかもマガジンのもうさね大人気の漫画ってことは去年入ってるんじゃなかろうかっていう推理。はい。でさやさんはもう待って、なんか私の中で社会現象レベルの漫画のっていうイメージだったら、かっこいいね。なんかありがとう。なんかさやエレン久々に書いたんだよね。いやめっちゃ久々に書いた。エレンさや一回アッツーさんのコラボで一緒にみんなで集合絵を描こうの進撃集合絵の時にエレンそう書かせていただいて、同行カッピラキコンビじゃないこれ。ピラキよ。はい、じゃあ今回の同行カッピラキコンビ入ってるんでしょうか。はい、じゃあゲンさんから僕からいきます。こちらです。ブルーロック潔一。そう推理した結果ブルーロックあるんじゃないかって。はい、ブルーロック第8位。あと1枠だ。すごいんだやっぱねえ。さやさん行くわ。さやさん行きましょう。さやさんこちら進撃の巨人、エレン・イェーガー入っててもおかしくはないけど、そうちょっとなそうなんだよな。難しいところ、アニメも終わったんだよね。アニメも終わったし原作も完結してるっていうちょっと難しいところ。進撃の巨人はランキング外です。やはりありがとうございます。まず7位だけですよね。7位だけ。7位だ。ここだけだと思ってました。それ以外は出ると思ってた。ということはベベの予想通りか。やばい、手のひらの上だ。やば。でもベベがああ言ってたっていうのはちょっと
ヒントなんだよな。やっぱ絶対に残ると思ってたってことでしょ。あ、そうそうそう。そこが開けるのがやっぱ難しいと思っていたということは、はい。マガジン、サンデー、ジャンプじゃないな。そうじゃないんだよ。ベベが結構意外とみたいな感じで言ってたので、それをヒントにこれでいきます。いきます私は。なんか帰れま10っぽくなってきた。だんだんね帰れない感ある。帰れない感。帰るけど。今日終われたら寿司どう？お、最高。最高じゃん。やる気出てきたでしょ。やる気そうしよう。ネギトロ食べよう。今から注文しとこう。終わる気満々。ベベがね絶対に出てこないって言ったのがね、ヒントだったね。我々からちょっと読んでるイメージがない漫画なんだろうな。そう多分普段のねそう動画のねイメージとかもあって。いきます。せーの、ダン。こちらはミステリという流れ。累計発行部数がおそらく確かね1800万部って帯見たことがある。映画とかだったよね。ただいやそう菅田将暉主演でドラマと映画化もされて、しかも書店で最近見た時に確か1800万部か1900万部かそのぐらいっていうのをどれだけお前帯見とんねんって話なんだけど、いや確かにただ本当に申し訳ないことにこの作品は僕読んだことも映画を見たこともなくて、ただ言っちゃあれだけどいつもこのもじゃもじゃ頭を見るなとは思ってる。書店に行くたびに並んでるのを見るけど少女漫画だなって思って、ちょっとこれを機に読みたいとすら思ってるんだけど、あーかなって。はい。でさやさんはこれね文豪ストレイドックスです。みんなこの話してるイメージあるんだよね。私第五人格でコラボしてたし、個人的なとこ入ってたね。はい、そうブーストの中島敦くんを書かせていただきましたが、はい、行きましょう。ということでじゃあ見ていただきましょう。はい、お願いします。こちらです、はい、ミステリという流れ。ミステリという流れはランキング外です。ミステリという流れ15位でした。うわー15位マジね、はい、そこねでんでん。はいはい。じゃあさやさんこちら文豪ストレイドックスです。いや好きそうさやさん文豪はランキング外です。そうなんだ。15位までしか見てないけどね。なるほどね、なるほどなるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。当たらんね。当たらんね。じゃあ行きます。好きそうよ。好きそう？プチヒントか。プチヒントだ。またいくぞ行くぞ。次ずっと人気のイメージのやつに行きます。行きます。はい、スタート。この最後の一枠、本当にさ全部が全部人気のイメージあるからさ。いやそうなんだよね。なんか頭おかしくなってきた。いやそうラノベ系あると思うんだよね絶対。アニメになってるもんね。そう俺だけレベルアップな剣とか無色転生とか、この流れで言うとこれずっとなんか大人気のイメージあるからこれにしてみた。それも全然あると思うマジで。無言。無言無言無言だって。無言だなかったかな、僕ら今ずっと無言ってことね。面白いこと言うじゃん。さんどうしちゃったの？じゃんけんでもしてあげようか。そう、最初はグーってこと？そういうこと。はい。でももうね、先に言っておくけど、これ絶対今年入ると思う。いや今年から来年にかけてとかは可能性はあると思うんだけど、去年だよな。ということで何回目かもう忘れたが、行きましょう。せーの、じゃん。あ、ゴーン。ちょっとごめん、なんかずいぶん目が離れて子供っぽくなってしまったんですけど、超最初のゴンじゃない？いやそう、かれこれ彼を10年ぐらい見てないんだけど我々ははいなんかまた彼の冒険も見たいなっていうなんか気持ちも込めて、いやただもうハンターハンターしか出てこなくなっちゃったんだけど、それはただ最近再開したからで、このランキングとかに反映されるのって多分ね2024年とか25年だよなって思いながらちょっと入ってしまいました。そういうね、微妙なとこですね。はい、かわいい。でさやさんは転生したらスライムだったけん。転スラか。いやこれもねずっと永遠にめっちゃ人気なイメージ。そうこれも4000万部とか多分3000から4000にいるぐらいの感じだったと思います。じゃあいきますか。いくか。じゃあ僕はほぼ外しなんで一応潰したっていうこちらです。再開したので、じゃあ最近ちょっと世界が待っていた読み返したのもあってなんかね気持ちがね、どうしてもこの一回ゴンを言っときたいっていう気持ちが、ハンターハンターは、
ランキング外です。あーまああまあでもさハンターハンター1回出すと多分300万部ぐらいするんですよ。8500万部なの今現状。いやだからさ富樫先生がこのままいいペースでどんどん単行本出し続けたら1年間で1000万部ぐらい売れちゃう可能性あるわけよって思ったけど、でもまだ始まったばっかだから、世界が待っている。世界が待ってますよ。はいじゃあさやさんこちらおお。転生したらスライムだった件。リムルテンスラー第7位。7位です。7位7位。うまったなんかさ普通なんかめっちゃ普通に発表するんだけどなんか第7位って言うおーすごい。よく当てた。ずっと人気だもんな。嬉しい感謝してもいいよありがと半分以上ゲイさんがう。本当だよな。いやーいっぱい書いたいやね。そうだね。ということで、はい今回やってきた2023年はい漫画売上ランキングトップ10書き切るまで帰れませんです。はい無事終わりました。別にこれランキングに入ってなかった漫画も全部めちゃくちゃ面白いと思う。でも多分みんな入ってないのって思うやつばっかりだった気がする。逆にねいやだからもうさこの世の中にどれだけ面白い漫画が溢れてるってことよ。いやすごいよすごい国じゃね。ってことは改めて言うと10位が怪獣8号で9位が推し推しのの子子で8位がブルーロック8位がブルーロック7位で7位ががテンスラテンスラはい6位がチェーンソーマンはいで5位が5位がキングダム4位がヒロアカ4位がだヒロアカはいで3そして位がスパイファミリー2位がワンピースワンピースで1位が呪術廻戦。おーちなみに13位のそうですね。スリアの独り言と14位のギリギリで名探偵コナンで15位のミステリーという中であ11位の早々のあそうそうあと1個じゃない12位だけだって言ってないのちなみに12って何ですか？ワートリ。おおあーワールドワールドトリリガーか。確かにわ1位もんな。入ってるんだ。でもね熱かった壮観ですね。とりあえずさやさんは読み途中の5等分の悩みから読み始めようかと思います。ちょっと僕ねミステリーという中でチャレンジしてこれもめっちゃ気になってる。これちょっと前巻も買おうと思います。ちなみに文豪ストレイドックスはね前巻あるんですよ。僕もじゃあ読もうと思って読みますあります読みますブルーロックもちょっと続きをあそうだ読みつ途中まで、やっぱり閉じ込めてもらわないと。困っちゃうよな。でもキューボ頭のいい人時を止めて漫画だけ読める部屋作ってください。